皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画はやはりろくでもない計画が着々と進んでいるという情報をシェアしたいと思います。ろくでもない計画とは、多くの人たちをこの世から決してなくす計画のことです。それらのことはすでに結果として超過死亡者数によって証明されつつあると思うのですが、政府はなかなかその原因を認めようとしません。それはそうでしょうね。これらのことは情報リテラシーが高い人には周知の事実となっており、自分で物事を考え情報を集めることをしているので問題ないのですが、テレビ・新聞を情報源とし、政府や国連が行っていることは間違いないと信じきっている人たちが厄介なのです。何が厄介かというと、選挙で日本を変えることができないからです。その選挙も公正に行われているかは甚だ疑問に思えてきましたが、彼らが決まって言う言葉は、そんなの都市伝説だとか、証拠を見せろ、その情報のソースはどこだということだと思います。リクエスト通りに科学者たちが証明している論文を見せても薄ら笑いを浮かべ、こちらを見る目がほぼ変な人を見る目になっていますよね。洗脳とはこういうものだろうなと思いつつ、ろくでもない計画を狂わせるには国民の一定数が気がつかないとダメだということで、今回も皆さんの自己防衛能力を高めるために役に立つ情報をシェアしていこうと思っています。この動画で取り扱うトピックは、1、この世から人を消す方法、少子化。2、ムーンショット計画、ここが一番恐ろしい、についてお送りしていきたいと思います。ろくでもないことを計画、実行している輩たちは、本当に地味に大胆に、そして長期間コツコツと悪事を積み重ねてきています。彼らをリスペクトする部分というのはまさにその点だけだと思います。それを考えたときに、私たちの周りにいる平和ボケした分からず屋たちの存在くらいでめいってしまっていてはダメだという学びにもなると思います。私も変に焦ることなく、やるべきことを重ねていこうと思う今日この頃です。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、本題に入る前に一言お詫びさせていただきます。YouTube というプラットフォームを利用させてもらっている以上、規約を守らなくてはならないためその表現に大変苦労しております。いわゆる禁止ワードは日々変化しているとみられ、その内容については我々動画配信者には明確に示されないので、まさに想像力をフル回転して先手を打つ必要が出てきています。事実私の動画でもしばらくは良いのですが、たまに古いコンテンツリストを見るといつの間にか黄色マークがついており、それが多すぎるとチャンネルの存続に関わるので神経を使っております。今回もかなり気を使っての配信となりますので、予備知識がないと分かりにくい部分もあると思いますが、あらかじめご了承いただきたいと思います。まずはトピック1から話を進めていきます。少子化という言葉は認知度がかなり高い単語だと思います。そしてその原因も新聞、テレビなどで大々的に報道していますから、誰もが知っていることと思います。これらのことは内閣府のホームページを見ると分かりますが、フローチャートに示されているように未婚化の進展が起因となるもの、そして若い世代での結婚でも子供を産まないという選択をしているという原因で、日本では子供の数が激しく減少しているというものです。少子化に至る経緯としては以上のようなことが挙げられますが、結局は経済的理由が原因とされています。確かにその通りかもしれませんが、これは単に原因の一つであって、もっと長期にわたって行われているあることの方が有力かもしれないという話です。そのあることとは、2017年7月5日イギリスエクセター大学で開かれたイギリス漁業協会50周年記念シンポジウムのオープニング講演で、エクセター大学の魚類生理学者で環境毒性学者であるチャールズ・タイラー教授が発表した内容です。その発表の内容とは、英国の50の異なる場所で捕獲された淡水魚のうちの約 20% がトランスジェンダーであったという報告によって会場を驚かせたといいます。さらに衝撃的なデータとして、研究者たちはこのミステリアスな性転換の原因がトイレや流し場などから川に入り込む経口避妊薬やピルなどの避妊薬であることを突き止めたのです。これは体内から尿として排泄される分と直接排気されて流されるものと両方が含まれるそうです。タイラー教授は、私たちは化学物質のいくつかがこれまで考えていたよりもはるかに魚に広く健康への影響を与えている可能性があることを知りましたと言っています。人の避妊薬は
女性ホルモンであるエストロゲンによって魚に異常な量を与える主要な原因だが、研究者たちは魚にエストロゲンの変化を引き起こす水域に他にも200種類以上の化学物質が存在することを発見しました。研究者たちはさらに次のように述べています。他の研究では下水処理によって排出される他の多くの化学物質が魚に影響を与える可能性があることが分かってきています。例えば抗うつ薬を含むいくつかの薬剤は魚の臆病さを減少させ、それにより捕食者に対する反応が鈍くなってしまうことが示されているのです。避妊薬と化学物質により攻撃的でも競争的でもなくなったオスの魚たちは仲間を引きつけることが難しくなります。この性質的な弱点は次世代に受け継がれるわけではないが、それらの性質の変化により生殖行為の総数が減るため、結果としてその種の魚の数は減っていきます。行動に加えて化学物質は魚の物理的特性に影響を与えていることについても研究者たちは特別に作ったトランスジェニック魚を使ってリアルタイムで魚の体内の化学物質への反応を見ることができます。例えばいくつかのプラスチックに含まれる物質は魚たちの心臓の弁に影響することを示しました。プラスチックは現在太平洋におびただしい量が漂っていることが分かっていますが、それらはイギリスの魚の心臓不全も起こしているらしいのです。これらの解決法についてエクセター大学での講演で魚生物学者たちは、人間の行動の変化が伴わない限りいかなる解決法もありませんと述べているといいます。これらの報告を受けて思ったのは、現在日本の婦人科医などは女性の生理前のイライラや生理痛が軽減したりニキビが治ったりと女性の強い味方であるとアピールし、どんどん推奨しています。これでは少子化が進むのも無理ないと思いますし、排泄される尿からも少子化が促進する原因をまき散らしていることになります。そして化学物質が尿に含まれるという部分でふと思ったのは、日本ではおなじみのがんの薬です。私の前の動画でも少し触れましたが、患者に投与するあの薬の取扱マニュアルを見るとびっくりします。決して肌に触れてもいけないし、揮発した成分を吸い込んでもいけないということで、劇物扱いのような取扱方法と設備を使っています。そんなものを患者の体内に点滴で入れるわけですよね。この光景を異常と思わない方がおかしいと思います。その患者に投与された薬は尿や便からも揮発されるということで、がん治療患者さんが使用した直後のトイレは使ってはダメだということを聞いたことがあります。皆さんはご存知でしたでしょうか。その薬というのは細胞分裂が早い細胞に対して増殖を止めるというものですが、それらも排泄物として下水処理され海や川に流れ出ていきます。もうお分かりでしょうが、食物連鎖によって人間の体内に戻ってきていることが考えられるというわけです。そういえば現代の男性の精液にはほとんど精子がいないと聞いたりしますし、死後かもしれませんが草食男子というタイプの男性が目立つようになりました。そしてムーンショット計画です。これらの詳細を内閣府のホームページで確認してもよくわからないことが書いてあると思います。そのまま引用しますと、2050年までに人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現というものらしいのですが、一体どのように解釈したらよいのでしょうか。しかし NTT 東日本の CM にヒントが出ています。著作権の関係でその動画を貼り付けできませんが、ピアニストの技術が自分の体に転送されてプロのようにピアノを弾けるようになってしまうなんてことが放映されていました。 Bluetooth で電子機器同士がつながるように人と人がつながる時代が来るというものです。そして虫を食べるという恐ろしい計画にも NTT 東日本は参入していることは有名です。まさに全てつながっているように感じられます。これらのことは前の動画でも触れましたので、ぜひご視聴ください。そして今回このようなおぞましい計画を実現するための驚きの情報もあるので紹介します。なんと結局またこの人が関わってきています。最近では名前を出すこと自体が NG になりそうな人ですので、マイクロソフトの創設者という言い方にさせてもらいます。あの人はなんと19年前に人間を家電そのものにすることができるのではないかという特許を取得していたということを知りました。特許の概要には、人体を使用して電力及びデータを伝送する方法及び装置と書かれています。その特許の内容はこのようになっておりまして、発明者にリンゼー・ウィリアムズとウィリアム・ガブレが記載されています。彼らの経歴を調べましたら、彼らは2人とも元マイクロソフトに関わってきた技術者です。そして譲り受け人としてマイクロソフトがいるという構図です。そしてその特許というのはどのようなものかを確認すると、
その資料の中に表記されている特許内容を示したスケッチがこれです。体の部位に数字が書かれていますが、これらが他の電子機器との接続に使われる部位であると考えられます。そして人間が家電の一部になるということで、その電力はどうするのだろうかという疑問も湧きますが、それがあの虫を食べることで人間の体内に生成されると言われている酸化グラなんとかという物質が関わっているのかもしれないし、お注射によっても体内に仕込まれているのかもしれません。このあたりの証明はできませんので、皆さんの想像に委ねますが、大事なことは意図されているのか、されていないのか分かりませんが、人類は計画に沿って削減される運命にあるのかもしれないということではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回取り上げた情報について皆さんはどのように感じられたでしょうか。私はこのような情報に触れるときいつも感じることは、このようなことには悪巧みしている輩と手先で動いている者がいるわけですが、役所の人間にしても企業の従業員にしても現場に関わっている者には良心の呵責はないのだろうかということを感じてしまいます。というのは、2020年2月に流行り病の蔓延が顕著となり、多くの店の売り上げが影響を受けた時に、ちょっとした知り合いから投資の話が私に来たのです。内容というのは、これから日本では中小企業がどんどん倒産することになるから、それらの不動産や企業を買収する事業に投資しないかということでした。かなり稼ぐチャンスだとも言っていました。その時瞬間思ったことは、人の不幸を食い物にしたくないということで断りましたが、それで良かったと思っています。科学者もそうですが、自分が研究していることを悪用されることで、多くの人が不幸になってしまうということに何とも思わないのでしょうか。歴史上そのようなことに関わった科学者は無数にいるのでしょうが、本当に信じられないことばかりです。もしかしたらというか、高い確率でそうだと思うのですが、マイクロソフトの特許でできることは、お注射をしている人としていない人の居場所も含めて把握できるということではないでしょうか。でもきっとそのような悪事も日本古来の伝統色か何かによってそれらを無効にするか解読してしまう方法があると信じています。こうした情報に触れ、知れば知るほど腹が立つことばかりですが、これらの情報というものの処理の仕方で生き残れるものとそうでないものとの選別が行われるのかもしれませんね。日々生きることができていて、ご飯が食べられること、仕事があることに感謝してこの難局に向き合って乗り越えていきましょう。今回も最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。